ご視聴ありがとうございます。KK です。本日は襲名菊の描き方について私なりに紹介していきたいと思います。何かの参考になれば嬉しく思います。正面から見た花は丸を基本に考えます。花芯の部分に小さい丸を描き、その中央から花びらを広げていきます。先端の真ん中をへこませたハート型の花びらを描いていきましょう。手前に見えている花びらを4枚、花びらと花びらの間に隠れて見える花びらを4枚描きました。花びらの枚数は5枚から20枚以上と品種により異なるそうです。この動画では8枚の花びらで花を描いていこうと思います。花芯の中央にめしべの丸を描いて出来上がりです。少し横を向いた花は楕円形を基本に描いていきます。花芯になる楕円形は少し左に寄せて描いています。中心となる点も少し左に寄せ、そこから花びらを広げるように描いていきましょう。楕円形の円周に届くように花びらを描いていきます。左の花びらは円周に合わせて翻った部分を描いておくと良いと思います。中央をへこませた曲線を描いておきました。奥に見える花びらと中央のめしべを描いておきましょう。さらに横を向いた花は細長い楕円形を基本に考えます。花芯となる楕円形は左の端に寄せて描きます。小さい半円の楕円形を描き、その中心から花びらを広げていきましょう。円周に沿うように花びらを描いていきます。左側の花びらは裏側が見えているように細い幅の花びらを描いていきました。横向きの花は半円を少し膨らませた形を基本に考えます。茎とつながっている中心の部分から手前の花びらは少し短く描いています。奥の花びらをずらして見えるように描くと立体感が出るように思います。つぼみは丸を描き、中央の花びらが見えるように外側の花びらを描くと良いと思います。襲名菊の葉は3枚に分かれています。中央の葉を少し長く描くと葉の特徴を表すことができるように思います。それでは描いていきましょう。絵の具はフェニックスのチタニウムホワイト、デルタのライカングレー、ストロー、サンブライトイエロー、セミノールを使って描いていきます。花びらは平筆の18番を使って描いていきました。ダブルローディングで描いていきますが、絵の具は白を多めに取り、ライカングレーはほんの少し取ってなじませていきます。白がしっかり出るように白の絵の具を何回も取り筆になじませました。奥の花びらから描いていきます。中心から広がっているように筆を動かしましょう。色の発色が弱いなと感じる場合は何回かストロークを重ねると良いと思います。手前の花びらも中心から広がるように筆を動かし、花びらの形を意識して描いていきましょう。花びらの形を整えるために逆方向からストロークするのも一つの良い方法だと思います。私は筆に絵の具をしっかり取り、周囲に絵の具が少したまることで
ラインができるように意識してストロークしています。下地の色にもよりますが、花びらの白をしっかり出すために何回かストロークしても良いと思います。花芯はステンシルブラシを使い描いていきます。中央のめしべはセミノールグリーンで色をつけていきます。好みでサンブライトイエローという明るい黄色を足しても良いと思います。ペーパータオルで絵の具をしっかり拭き取り、次のおしべのストローという黄色を筆に取ります。筆のコーナーを使うと描きやすいと思います。緑の円から少し離して黄色の円を描きましょう。最後にめしべの円からおしべに向かってラインを描いたら出来上がりです。私はライナー筆の0番を使って描いています。少し横向きの花も同じように描いていきます。まず奥の花びらから描いていきましょう。中心から広がるように、色の薄い場合は何回かストロークして描いています。前面のよく見える花びらは特に形を意識して描いていきましょう。裏が見えている花びらはまず円周に合わせてストロークをします。次に平筆の8番をダブルローディングして花びらの裏が見えているところを描いていきます。平筆の大きさは花びらの大きさに合わせて描いていくと良いでしょう。花芯のおしべめしべは縦長の楕円形になるように描いていきます。もう少し横を向いた花も同じように中心から広がるように花びらを描いていきます。奥に見える半分の花びらを描いてから手前の半分の花びらを描きます。平筆の10番を使いダブルローディングで描いていきました。細長い楕円形からはみ出さないように筆を動かしていきましょう。花芯は先ほど描いた楕円形の半分を描けば出来上がりです。横向きの花は
お椀の形の底の部分から花びらが出ているように描いていきましょう。奥の花びらから描いていき、それから手前の花びらを仕上げていきます。白い色をはっきり出すために何回かストロークをしています。花びらの形が気になり、後から修正をしているところです。茎はセミノールとサンブライトイエローを混ぜ、色を作って描いていきました。筆は丸筆の2番を使っています。つぼみは上半分に白い花びら、下半分に緑がかった花びらを描いて出来上がりです。シュウメイギクの花びらに見える部分は実はガだそうですが、ここでは花びらと呼んでいます。葉はセミノールとサンブライトイエローのダブルローディングで描いていきました。筆は平筆の18番を使っています。筆を揺らしながら外側のラインに合わせて描いていきましょう。色をはっきりさせたい場合はもう一度ストロークをします。葉脈は平筆のコーナーで描いていますが、ライナー筆で描いても良いと思います。葉の黄色の部分が強すぎると感じる場合は、セミノールのサイドローディングを重ね、葉の色を落ち着かせても良いと思います。最後までご視聴ありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録、とても励みになります。よろしくお願いします。感想やリクエストなどございましたら、コメント欄で伝えていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。